皆様こんにちは。今回なんですけど、丸型のエアコンに取り付けれるスマホホルダーをご紹介します。今回紹介するものはよくあるエアコンの羽に挟んで取り付けるタイプではなくて、エアコンの枠でがっつりと固定するタイプになります。Hey guys, this time is about best smartphone holder from Japan. Thanks always for reading subtitles. 僕みたいにすでにドリンクホルダーをつけているせいで、丸型のエアコンのところにしかスマホホルダーを取り付けることができないけど、なかなか丸型エアコン専用のホルダーってオートバックスとか Amazon で見かけないですよね。オートバックスにはよく行きますが、一度もこのタイプのホルダー置いてるの見たことないです。ダッシュボードのところに吸盤や両面テープで貼り付けるタイプのホルダーもありますけど、ダッシュボードの上に貼り付けるとそこだけ日焼けしたり、そもそも貼り付けたくない人多いと思います。そうすると仕方なくエアコンの薄い羽のところに洗濯バサミみたいにクリップで挟み込んでホルダーを固定すると、羽に傷がついたりスマホの重さで羽が割れたり故障したりするのが不安で嫌な方多いと思います。僕の場合3年前に今乗っている Swift スポーツを買って、実際に今までに結構多くのスマホホルダーを買ってきましたが、これまで買って使ってきたのはよくあるエアコンの羽に取り付けるタイプであったり、ドリンクホルダーに入れ込んで使うタイプ、ワイヤレス充電付きで自動で開いてスマホを置くと自動的に閉まってスマホを固定して無線充電が始まるタイプなど、いろいろと使ってきましたが、正直どれも微妙で、最悪なことにエアコンの薄い羽に取り付けた時にがっつりと羽に傷がついたので、速攻で捨てた思い出があります。それ以来こんな感じでスマホだけを置いて使ってきました。この置き方だと加速した時とかにスマホが落ちて危ないことが実際にあったので、毎回こんな感じでマスキングテープでその時だけ固定してたりしていましたが、正直この動作をするのがめんどくさすぎました。最近ネットでいろいろ見てた時にたまたま見つけたのがこちらの今回紹介するスマホホルダー。こちらのホルダーなんですけど、羽に挟んで固定するこれまでのよくあるタイプではなく、丸型エアコンの枠を使って固定するタイプです。大きさはこんな感じになっています。結構小さめですね。このホルダーのいいところは、まず羽に取り付けないので傷がついたりスマホの重さで羽が壊れる心配がないこと。こんな感じでゴムでカバーされた2本のバーで丸型エアコン枠の上下で固定するので傷がつきませんね。今の映像を見て思ったかもしれないんですけど、上下の2箇所を固定しただけでしっかりとスマホを固定できるのかと、いきなりずれたり外れたりするんちゃうかと思った方いると思います。こちらの映像を見ていただきたいんですが、こんな感じで走っていても一切外れるような様子もないですし、スマホもいい感じにがっつりと固定されてます。またよくある駐車場とかで休憩中にスマホをホルダーに固定したまま LINE の返信をするときに文字を入力しようとしたら、固定が甘いとスマホがグラグラするので文字を打ちにくいことあると思いますが、これを見てもらいたいんですが、エアコン枠の上下で取り付けだとこんな感じでスマホが一切グラグラする様子がないです。完全に2箇所だけで固定されてますね。またこれは Swift だけにはなってしまうんですが、ちょうど縦置きだと一番下の箇所がナビのフレームのところにいい感じに当たるので、エアコンの枠だけではなくナビのフレームの3点でホルダーを固定することが可能になります。2点固定から3点固定になるだけで縦置きの時だけにはなるんですが、ほぼ完全にがっつりと固定できます。もちろん横置きにも対応可能で、ホルダーの裏側がこういう感じになっているので自分の好きな角度に回して固定すること可能です。一度角度を決めてしまってもう角度の調整することがないなら、後ろのネジをがっつりと締めて固定すれば動くこともなくなるのでいいところですね。こちらのスマホホルダーの取り付け方ですが、めっちゃ簡単で、上下から押さえつけてエアコン穴に入れ込んで離すだけで固定されます。外すときはまた逆の手順で上下から同時に押して抜くだけ、3秒で取り付け取り外しできます。なのでエアコンの羽にスマホホルダーを取り付けるのが嫌な方や、
ダッシュボードの上に貼り付けるのが嫌な方にはかなりおすすめできるスマホホルダーですね。スマホの固定方法はさらに簡単で、スマホを置くだけで自動的に挟み込まれて固定されます。スマホを外すときは両サイドからレバーを押して外すだけなどでめっちゃ使いやすいですね。またこれ知らない方多いんですが、夏場にスマホホルダーに固定したままスマホを充電していると、スマホ本体が熱くなりすぎて熱暴走を起こして機能がだいぶ制限されます。そんな問題もこちらのホルダーであればエアコンの吹き出し口に取り付けるので、エアコンからの風でスマホ本体が熱くなりすぎて熱暴走するのを防ぐこともできるので、ほんとこれまでいろいろなホルダー買ってきましたが、今回のやつが最強のホルダーだと思います。ちなみに置くだけで充電できるワイヤレス充電のスマホホルダー、オートバックスやドン・キホーテに行けばよく見かけますが、実際買って使ってみると USB ケーブルを挿して充電するより熱がめっちゃこもってスマホが熱暴走して使えなくなったり、そもそもワイヤレス充電の充電速度が遅すぎて充電していても良くて現状維持か若干増えるぐらい、アプリを複数起動しているとバッテリーが徐々に減っていくので現状使い物にならないと思います。僕がオートバックスで買ったやつは4000円ぐらいするまあまあ高いワイヤレス充電のスマホホルダーでしたが、全然ダメでしたね。ワイヤレス充電のスマホホルダーは3、4000円ぐらいするまあまあ高い買い物なんで、もし買うならぜひ Amazon のレビューとかしっかりと読んでから買ってみてください。個人的にはあまりおすすめしないです。実際買って夏場に使い物にならなくて結局使わなくなって捨てた思い出がありますので、もし買うならエアコン穴に取り付け可能なワイヤレス充電ホルダーがいいと思います。これまでの話をまとめると、今回のスマホホルダーはエアコンの羽で固定するのが嫌な方、ダッシュボードの上に貼り付けるのが嫌な方、丸型エアコンしか取り付けできない方、こういったお悩みをお持ちの方にだいぶ刺さるホルダーだと思います。僕はこのホルダーがこれまで買った中で一番良かったので、これからもこのホルダーを使っていこうと思います。動画の下にある概要欄にこの丸型エアコン取り付け専用のスマホホルダーのリンクを貼っておきましたので、どんなものか気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、間違いなくおすすめできる丸型エアコン専用のスマホホルダーでした。僕のチャンネルでは SWIFT スポーツや車に関する情報を発信していますので、この動画が参考になったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でありがとうございました。